定食後の株のチェックの元気さみたいなものは全てそういう状況が見えます。これは多分ちょっと肥料が濃すぎる、肥料がしっかり吸えてない、もしくは、薄すぎる。はい、皆さんこんにちは。おさぜん農園の浅村です。うちですね、おさぜん農園も、定食が終わりましてほっとしている、そんな状況ではございますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今回の動画ではですね、定食が終わって定食後の株のチェックについて、お伝えしたいと思います。定食してすぐの段階は、いわゆる人間で言うね、赤ちゃん状態の苗なので、ここからですね、しっかり育てていくために毎日見てあげるっていうところをしておりまして、どの部分を見ているのかとか、どういったところに注意しているのかってところを今回はお伝えしたいと思います。まずですね、こちらの株定食して、今で1週間ぐらいですね、ちょっと1週間、活着してちょっと転用1枚転用が始まったかなっていう、段階でございます。では早速なんですけども、ここらでちょっと株を見ながらご説明したいと思います。いちごって例えばこの株でいきますと、基本新しい葉っぱや新しい花っていうのは中心から新しい葉っぱが出てきます。だからこの中で5枚葉っぱありますけども、新しい葉っぱはこの真ん中から出てくるこれが新しい葉っぱですね。外に行けば行くほど古い葉っぱ、中心にあればあるほど新しい葉っぱというふうに思ってください。で、とにかくですね、例えば水の多い少ないであったり、肥料が濃い薄いっていうそういった株の元気さみたいなものは全て新しい葉っぱ、新葉ですね、新葉にそういう状況が見えます。例えば水の量がすごく多かった場合は、この葉っぱがすごく大きい葉っぱになりますし、求めている量よりもちょっと水の量が少ない場合は葉っぱが小さくなったりします。水の量以外の要因もあるので一概には言えないんですけども、この今の状態でいくと葉っぱしかない状態では水の量が少ないと葉っぱは小さくなります。肥料が濃い薄いに関しても、この古い葉っぱを見るんではなくて新しい葉っぱだけを見てください。すべてまず一番最初ここに出てきます。動画越しでお伝えするのは難しいかもしれませんが、中心の葉っぱがですね、普通の一般的な緑色ですと通常かなって感じです。で、真ん中の葉っぱが深緑ですね。本当濃い緑で、触ってもらうと本当に通常の葉っぱはカサカサとかですけども、手にくっつくような食感でテカテカしてる、ワックスがかかってるようなテカテカしてる状況になります。それは多分ちょっと肥料が濃すぎる、意図的にそれをされてる方は全然 OK と思うんですけど、意図せずになってた場合はちょっと濃すぎるかなというふうに思います。で、逆の場合、薄すぎる場合は中心の葉っぱが緑から黄緑、黄色がかってきますね。そうすると、それも意図して薄くしてよ、例えば花芽文化を促進するために薄くしてよとかっていう意図があってされてる場合は全然 OK と思うんですけども、意図せずに肥料をしっかり与えてるのに葉色が薄いままっていうのは、肥料がしっかり吸えてない、もしくは薄すぎる、液肥ポンプが故障しているとか、そういう違った問題が発生している可能性があるので、そういったことを疑ってチェックをしていくってことが大事かなと思います。とにかくですね、定食後すぐはお手入れも特にないですし、今の時期は本当に葉っぱの枚数をどんどん増やして株を作っていく時期なので、とにかく中心の葉っぱの大きさであったり葉色をしっかり見るっていうのが大事かなというふうに思います。定食後すぐに起きやすいことで、例えばここ見ていただくと、ここ3株とここ3株で若干株の大きさが違いますよね。ちょっとこっちが小さいと思うんです。で、これなぜかというと、スタート同じ株で始めても、この灌水チューブの位置がちょっとこっちにずれてるだけで、こっちにたくさん水がいってこっちが少なめになってしまいがちで、こういった背丈が、違い
が出てきたりするので、割とね、冠水チューブはそんな重たいものでもないんで、例えばハウスの西側、要は風がたくさん吹く場所にあると、割とこれ冠水チューブと風でキュッとこう動いたりするんで、マルチとかね、されてる方はもうこれで固定されると思うんですけど、冠水チューブはもう真ん中に置かないと、同じレーンの差、生育の差が出てしまったりもします。この辺結構ね、気をつける点なのかなというふうに思います。で、この時期ですね、葉っぱが一番大事なんですけども、加えて、やっぱり、とはいえランナーが出てきたりとか、あと、今手入れしちゃったんですけど、この辺りの周りに、脇芽が出始めます。この時期一番大事なのは、とにかく葉っぱの転用、株を大きくしていくことが一番大事ですので、葉っぱ以外の、例えばランナーであったり、脇芽みたいなものは取り除くようにしてもらった方がいいと思います。このとかだったらもう、取ってもらって、こことかもあったら、取り除くというところをしてください。あとですね、葉っぱ以外、手入れ以外気をつけることはやっぱり病害虫。10月ね、気温も高いので、ハダニやアブラムシ、ヨトウムシ、いろんなね、病害虫は、特に虫ですね、発生しやすい、環境下にありますんで、この辺も基本的に病害虫は、新しい葉っぱ、結局さっきも同じで、やっぱこの新しい葉っぱっていうのはね、柔らかくて、虫とかもすごい食べやすい、柔らかくて、硬い葉っぱよりもこうね、ヨトウムシが柔らかい葉っぱが食べやすいんで、ここに症状が出始めます。アブラムシもここにつきやすいですし、ハダニもここにつきやすいですし、ヨトウムシはここの葉っぱばっか食べます。ですから真ん中の葉っぱを常に見ていく。水の様子を確認したり、病害虫の、状況を確認するのも全部真ん中の葉っぱ、中心の芯葉ですので、とにかく、全ハウス、全品種の芯葉のチェックっていうのを毎日行っていただくのがこの時期にとってはいいのかなというふうに思います。葉っぱのことについてもう少し詳しくお伝えしますと、これイチゴのね教科書にもよく載ってることなので釈迦に説法かもしれませんけども、イチゴのこの葉っぱが中心から出てくることを転葉って言いますね。転葉のスピード、要はどれぐらいのペースで1枚新しい葉っぱが出てくるのかなんですけれども、これはですね、この葉っぱが出てくるのはですね、イチゴにとって生育適温というのがあります。イチゴが要は成長するための望ましい気温ですね。だいたい10度ぐらいから25度、30度もいいんですけど、あんまり0とか5度は生育はストップしますし、逆に温度が高すぎると、呼吸量が増えてしまってストップするんで、だいたい10度から30度。教科書とかにもしかしたら15度から25とかはあるんですけど、そこ、ちょっと極端なので、10から30とした場合、これを生育が進む温度帯としたときに、この温度帯にある時間が一応150時間。その温度帯にあると、1枚葉っぱが転用するというふうに言われています。ですから、例えば、もう一日中ずっとその中ですよやったら24時間ありまして、かけるそれを150割る24すれば、だいたい6もしくは7で、その150時間達成するんで、つまり1週間に1枚うまくいけば新しい葉っぱが転用するっていうふうに言われています。で、花が咲くのも葉っぱが4枚転用したら1回花芽が上がるっていうふうに言われてるんで、だいたい4週間うまくいけばいいですよ。これが例えば冬場とかもう一日中10度以下でしたったらもうゼロですしね。今年に関しては10月がねまだまだ残暑厳しくて、ハウス内が30度を超えることが、うちの方でもありますし、遮光とかをねしていけば温度は下がるのでいいかなと思うんですけども、遮光がないとか軒高が低くて暑いハウスの方は30度を超えたり35度40度の時間が長いと、本来1週間のところが8日9日10日長くなって少しずつステージが遅れていくことになるので、だからそういう時があると遅れていくんですけど、そういう、法則がありますので、今やったら 1週間に1枚葉っぱが転用すればいい感じに動いているかなというふうに見てもらえたらいいのかなというふうに思います。
とにかくですね、1年通して植えることとしては、イチゴの望ましい葉っぱの枚数っていうのが、7枚から10枚っていうふうに言われてます。定植の時にうち葉かきとかして3、4枚で植えるので、今まだ5、6枚しかありません。だから早いこと7枚、8枚、9枚ぐらいには全部の株していきたいなと思ってますので、とにかくそこに早くたどり着ける。もし今年は10月が暑いんでちょっとずれ込むかなと思うんですけど、とりあえず10月はしっかり株作りの時期っていうふうに捉えてやっていきたいかなというふうに思います。はい、以上で今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。